球の皆さんこんにちは。今日はウルトラマンガイアの劇場版作品である超時空の大決戦に登場したあの赤い玉に元ネタがあったんじゃないかと勝手に月9が好き放題妄想する動画です。同じこと思ってましたとか、そう言われりゃ似てるなとか、ねえよバカとか、何当たり前のこと言ってんのとか、チャンネル登録ついでにコメントしていただけたらキングオブモンスを召喚した時のヒロシ少年ぐらい興奮して喜びます。はい、ではまず超時空の大決戦と赤い玉について軽くさらっとおさらいしようと思うんですけど、超時空はウルトラマンガイアの劇場版なので、主人公はガムとガイアで、ウルトラマンガイアの世界とその並行世界、要はレベル3のマルチバースの世界が舞台となっています。マルチバースの解説もいつかやろうと思うんですけど、レベル2マルチバースというのが、例えば M78 ワールドから見たネオフロンティアとかガイアの宇宙みたいな別の宇宙のことで、レベル3マルチバースというのが同じ宇宙の並行世界だと思っていただけると楽かと思います。時系列的にはウルトラマンガイアの本編の26話以降に、その並行世界にガムが迷い込むことになります。それを可能にしたのが並行世界の方に現れた赤い玉と呼ばれる怪しすぎる物体で、手にしたものの願いを叶えることができるというかなりのぶっ壊れ性能を持ったチートアイテムです。その玉を拾った au の CM に出てくる金太郎にそっくりな新星勉という少年の本物のガムに会いてえという願いを叶える形でガムがこの世界に来ます。その後その赤い玉が柏田博少年というジャイアン的なポジションの少年とその仲間たちの手に渡ってしまって、キングオブモンス、バジリス、スキューラという強豪怪獣たちを生み出してしまって、ウルトラマンガイアが追い込まれて絶体絶命のピンチに陥ってしまうという内容になっています。まだ見ていなくて気になった方はぜひ見てください。この映画が公開された当時、月君は小学校の高学年ぐらいだったんですけど、映画内でヒロシ少年がウルトラマンなんか卒業しろ、いい年して幼稚でダサくてくだらないみたいなこと言うシーンがあって、うわこういうやついたな、似たようなこと言われたことあるわって複雑な気持ちになったりとか、ほぼ同年代の七瀬りさ役の斎藤舞さんが可愛すぎて、同じくらいの年代でこの世にこんな美人いるんだって田舎者の少年月くんは驚いてちびりそうになった記憶もあって、いろいろ思い出に残る映画でもあります。でそんな赤い玉なんですけど、超時空を見ていないけどここまでこの動画を見てくださって、なおかつ昭和ウルトラからのファンの方の中にはあれそれって気づいた方もいらっしゃるかもしれませんけど、そっくりというかほぼそのまんまのチートアイテムが初代ウルトラマンに実は出てきているんです。それはウルトラマン11話の宇宙から来た暴れん坊で宇宙から落ちてきた隕石です。これ軽く調べても出てこなかったんですけど、もし制作者側が元ネタとしているという発言が過去にあったとか常識とかだったら本当に教えてください。もしそうならドヤ顔で動画にしていることを先に謝罪しておきます。どうもすいませんでした。でこの隕石なんですけど、色こそ赤一色ではなくてカラフルなんですけど、性能はほとんどそのまんまで、人間の脳波を受信して思った通りの姿形になるという性質がありました。子供たちの願い通りにいろんなおもちゃとかケーキとかに変わったりして、怖そうなおじさんとかドロドロの赤い液体とか小型ロケットとか人間の願望通りに変形します。で最後はマッドサイエンティストの願い通り怪獣となってしまいます。それが脳波怪獣ギャンゴなんですけど、これ超時空の赤い玉にめっちゃ似てません？玉のような形、人間の願い通りに姿を変える、願いを叶える、最終的に怪獣になるということが同じで、しかもこの隕石破壊されずに最終的にウルトラマンによって宇宙に返されるんですよ。だからもしかしたら元ネタどころか、もはやこれ同じ玉なんじゃないのというロマンまでそこにはあると思いませんか？思いますよね。もちろん細かい性能は違っていて、ギャンゴになった玉の方は姿を変えるだけで平行世界から人を連れてこれるみたいなハイカラなことはできなかったっぽいし、そもそも違う宇宙やんけって話なんですけど、これ解釈次第で全然矛盾してなくて、超時空に出てきた赤い玉って人間の欲望を吸って内部に蓄積させてエネルギーにするという設定とか、多くの世界を滅ぼしてしまっているという設定があるんですよ。いろんな宇宙で蓄積したエネルギーによってより強力になってできることが変わったと考えたら全然おかしくないし、
多くの世界を滅ぼしているという設定もあるので、違う宇宙にあっても全然違和感ないし、なんなら赤い玉は違う世界で作られたって作中で言われていたので、矛盾はしていないんですよね。これはロマンしかないと月9は考えるんですけど、皆さんはどのようにお考えでしょうか。ちなみに超時空の大決戦の続編の超時空のアドベンチャーという小説もめちゃめちゃ面白いので、超時空の大決戦見た方はおすすめです。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。